はい、今日もよろしくどうぞお願いします。ですね、ご質問がありまして、これ大切なご質問っていうか、一番大事なことなんじゃないかなと思うんですけどね。人間って何かどうしてこうやって生きてるのとこういうことですね。私がこうして85歳になって皆さんにこういうお話しするその原点はね、宇宙ってね、なんだというところですよね。なんで何もなくてもいいんじゃないの。でもこうしてね、素晴らしい地球があって、素晴らしい人たちが住んでて、逆のことを考えてもいいんですけれどもね、なんでこうやって生活してるのかなというのが私にとってすごい問題だったんですね。ある年頃になるとそういう問題に皆さんぶち当たるんですけども、生活に追われて、忘れてしまうんでしょうね。で、私は実はそれを追求するように人生を仕組んできた。いやでもそのような人生を歩んでしまったという自分が選択したからですけど。ということですね。それではっきり分かってるのはね、これは聖書から来てるんです。ただ聖書の言葉で言うと皆さんまたいろいろ考えるでしょうからね。でも面白い言い方「へ」っていう言い方をしますので、ぜひお願いしますね。聞いてくださいね。宇宙の始まりはね、言葉だったんですよ。へっていう感じでしょう。聖書の言葉で言うと原点どこかということは言いませんけどね、こんな言葉があるんです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。その後にね、言葉は神であったとこういうことですよね。これ今私が感じてるとすごく大事なことで、この YouTube も私が言葉で喋ってますよね。でいろんなお膳立てするのも言葉で選んできて、言葉で考えて言葉で対応してますよね。何事もそうなんです。宇宙は言葉が先にあった。で言葉が存在そのものなんですね。で私は本を書く本を読んでもらう立場にあるわけですけど、これも言葉ですよね。言葉の集大成が本です。YouTube これも実は言葉ですよね。ということですね。また聖書に面白いことが書いてある。初めに何もなかった、宇宙が何もなかった。これもこういう表現が何ですかね、何もなかったわけじゃなくて素晴らしい存在があったんだけど、私たちは感じることができなかったんですね。それで神が出てきてね、神って言葉ですよ。言葉が出てきて言葉が言った。光あれと言ったら光があったと、こういうことですね。要するに私たちが考えている波動っていうのは光です。光っていうか神も波動ね、私の言葉も波動、そしてこの辺にあるものも物体も全部波動ですよね。でその波動が言葉だったから、言葉も波動なんでしょうね。で光があれと言ったら光があった。これが大事なところですね。ですから私たちは実は自分の考え、言葉です。考えってこれにいつも気をつけてないといけない。ということはそれを作ってしまうから、何のことない。私たち神ですよ。この嫌な体験があった時に嫌な体験だな、ここまで OK です。現実が嫌な体験であったというだけの話ですね。今言いましたね。宇宙が最初何もなくて混沌としてたということですね。それに対して光があれって言ったら光があった。ですから福田貴則いつも言ってる、素晴らしい存在と言ったらどうっていうので、言葉っていうのはね、このジェスチャーも言葉になるんですね。ですから私は皆さんに
何度もやってみせてますよ。福田貴則、素晴らしい存在ってジェスチャーでこうやるんですね。例えば言葉だけでね、こんなになりますかね。福田貴則素晴らしい存在、福田貴則素晴らしい存在感動がないんじゃないですかね。素晴らしい存在と思って感じてないんでしょうね。だから感じるっていうことがすごく大事になる。言葉をいつも感じるんですよね。福田貴則素晴らしい存在、すごいな。これが言葉かな。ジェスチャーがいる。それで私たちが何度も申し上げてるんですよ。一番大事なこと、言葉。いっぺん私はそのことを知ってるからですね。初めに言葉があった。言葉。そして呼吸。呼吸ですよね。私たち生きてるっていうことは呼吸してるっていうことです。であちらの世界行ったら多分呼吸しないんだと思うんですけども、言葉だけでいいんですけど、私たちは地上で生きてる時は呼吸しないと生きていけない。で呼吸が大事になるんですよっていうんですね。何言ってるかというとね、皆さん考えるとね、例えば呼吸が乱れるんですよ。そうするとその考えも乱れるんですね。それで例えば人間同士があれする時もなんかこう悪巧みがあるとね、呼吸が乱れるんですね。それで瞑想っていうやり方があって、健康法、また生き方の根本ですね。これ呼吸を意識する、いろんな瞑想があるんですよ。でも呼吸を意識するっていうのが原点なんですね。こう静かに呼吸を意識する。で静けさが分かる。静かに呼吸を息することによって広がりが分かると、こういうことですね。で言葉呼吸、動作、言いましたね、動作で感情、リズム、タッチ、これはお分かりですよね。それでタッチね、言いましたね。タッチとっても大事ですね。私は自分の健康法はほとんどタッチでカバーしてます。日増しの湿布はそうですけれどもね、やってみせました。ウィッチヘイゼルのタッチとかね、今朝もやってきましたよ。それから吸入した前にですね、スムーズで要点をタッチする、必要なところをタッチするというやり方やってますね。で言葉、呼吸、動作、ね、感情、リズム、タッチ、それで広がりっていうんですけどね、こう広がりとっても大事ですね。広がりというのは時間的な広がりと空間的な広がりがあって、広がりが実は働きなんですね。ですから私たちが広がりを感じると、一体感、広がりを感じると、だから時間も空間も広がりを感じたと途端に同じものになるんですね。でもう一つ、広がりは時間と空間とその働きになるんです。ですから言葉でこうすると目的をはっきりさせます。あるいは祈りはですね、私はこういう体験をするんだ、したいじゃダメなんです。祈りで何々をしたいというと、したい体験をするんでしないんですよね。だから行動がどうしても伴うということで、行動することがすごく大事になる。ですから先ほどのね、光があった、光あれと言ったら光があった、言葉が始まりですよって言ったけど、仏教はね、知恵と慈しみの生き生きした働きですよという感覚なんですね。存在はいいですか、初めから存在しているものは生き生きした知恵と慈しみの、私たち未来の体験を作る今の働き、今の中に全部ありますよというのが仏教の生き方なんですね。何度も申し上げます。私禅をやってた、山にこもって禅をやってた、滝に打たれたり断食したりいろんなことをやりましたけれどね、私のところ総道宗だったんで、般若心経っていうのを読むんですね。般若っていうのは知恵のこと言ってます。心経っていうのは本当の教えですよって言ってますね。でマカハンニャハラミッタ心経っていうのはその名前なんですね。なんとまあ素晴らしい、なんとまあなんですよ。素晴らしいじゃないんです。なんとまあ素晴らしい知恵と慈しみの、私たちみんなのこれからの体験を作る、今存在しているこの働き、今働いてる、これがマカハンニャハラミッタ心経という本当の
五経の行っていう経というのは言葉なんですよ。言葉ですから同じこと言ってるんですね。私はそれで若い自分そればっかりで過ごして今の私があって今私は皆さんに言葉で宇宙は言葉が始まりですよ。でたくさん本を書いた言葉の集大成ですよね。言葉が始まりではい